チェンバーボーン。アップデート7。研究家の奮闘により令和最新版のタンクを手に入れ水の備蓄を増やした我らがビーバー。画期的移動手段管路の敷設も開始。さあ今回もどんどん開発を続けるぞー。まずは汚水を汲み上げるルートを垂直で登れるように、ここに管路の駅を建てるぞー。無計画に建てられた歯車倉庫は移設だ。で上の管路の駅前に、汚水用のタンクを配置。汚水は何気にたくさん使うから、運搬を便利にしないとな。そしていよいよ爆薬工場。土砂採掘に使えるダイナマイトまであと少しだ。作成された爆薬はこの辺に保管と。使いやすい場所に空き地がない、立体的な街づくりは意外と大変。自動化は注水システムの水門のおかげか、前ほど水が溢れなくなった気がする。植物の成長を邪魔しなくなってよかったぜ。前回から作ってた、汚水水調整水門、完成だー。これで安定した汚水の汲み上げができそうだな。この部分がトンネルになってて、下通ってこっちの方にも分岐してるのか。溢れてはないようだが複雑な流れ方してるな。汚水は溢れると大惨事なのでしっかり確認。ここが行き止まりか、もう一マス吸い上げれば汚水の源に繋がるぜ。逆に穴開けて水流作って水車とかも面白いかもね。だな。やや俯瞰視点で再度チェック中。こうやって見ると結構な範囲に汚水が流れてるな。汲み取る分には多い方が助かるね。前回ビーバーの住宅を上の方に建て直したのでこちらの家は撤去。あっても困らないが一応ここはダム建設予定地、すまんが立ち退きだ。下に汚水運んで爆薬作るより上で爆薬作った方がよくねと考えを改め、建設予定を変更。作った爆薬は結局運ぶから、一概に良いとは言い切れない感じだな。で上に動力を流すためナッガイ動力シャフト、動力つなぐのにちょうど良かったので遠心分離機も追加。こいつも汚水使うから上でも良さそう。作られる生成物は結構使う場面多いから、下の方がいいかなと。さいですか。発明家を、立てまし。ビーバーたちだけの力で全ての研究を完成させるため、ビーバー数を増強してゴリ押しするのず。こちらは離れた水源の片方、トンネル技術を手に入れたら悪潮対策工事をするぞ。トンネルが掘れるようになったら、すぐに工事できる準備に取り掛かるのだ。そしてもう片方の水源への道を敷設してたら、干ばつ13日が襲来。ちょい干ばつ長くなっただけ。コールラビが余ってキャッサバが足りなかったので、こちらの農場も作付けを変更。我らのビーバーはグルメさんなので、不人気食品は植えるまで手をつけない傾向。おっと汚水の汲み上げ忘れてた。遠心分離機が完成したら爆薬工場の動力が来る。稼働前に汚水を汲むぞ。未来のダム建設予定地、当分建設できる見込みがないので、一旦植林場にすることにしました。大規模建設するなら1万くらいは丸太が欲しいぜ。繁殖ポットで増やしましょう。水とベリーで増える不思議なビーバー。中腹にある通勤が遠そうな発明家を移設してあげましょ。働きやすい環境づくり。てなわけで発明家さらにマシマシ。家は近いが飯は下に降りないとならん。立体的な地形は集約するのが難しいぜ。おっとまだ遠心分離機完成してないのか。建設に使う歯車の生産待ちのようだ。これ完成しないと爆薬工場にシャフトが繋がらないから地味に困る。だな。しゃあない歯車使わないでも作れる、ビーバーの究極の娯楽スクラッチャーを作るぞー。お出た、めっちゃ背中気持ちいいやつだ。ついでに美意識が上がる装飾品も設置。こりゃ完成したら一気に幸福度が上がりそうだ。こんな感じになりそうろー。しれっと屋根も追加、これにはビーバーも思わずにっこり。最初のお客さんは、ガキ？こらが緊張扱いすな、数日で立派なビーバーになるんだぞ。大人ビーバーが使う前に使えるのが子供の特権。愛らしい子供ビーバー。愛らしい親父ビーバー。気持ちよさそうなのはいいが、崖の真横だから気を抜いて落ちてくれるなよ。崖側とは反対に回転してるから多分大丈夫だよ。なお、崖側に回るのもあります。落ちないように踏ん張れ、そうして強靭な大人ビーバーに育つのだ。追加の福利構成でシャワーを設置。川の中にシャワー、もうこれここに来るまでにずぶ濡れだろ。隣にスイミングプールも建設しようと思ったけど、やめた。ここだと水位が一定じゃないから使えない場合あり。じゃあお次は家の近くにエクササイズプラザを建てましょ。これなら歯車いらんし建てられるな。さあ筋肉を鍛え立派な労働力となれ。この荒れ果てた大地の再生者となるべく、心身ともに健やかに成長するのだ。川自動注水システムのおかげで、植林場と畑は守られてるけど、上流部分が干からびた。ないよりかはマシだが上の植林場は微妙な存在になりそう。
川の自動注水されてる場所を整理して、スイミングプールを設置。家から離れてるのが微妙だが、ここなら水位が下がる心配は少ないな。遠心分離機が完成、やっと爆薬工場が稼働できるぞー。シャフト伸ばさなきゃ即日稼働できたのに、遠心分離機のせいで稼働が10日くらい遅れちまったぜ。まあそういうこともある。スイミングプールがオープンしたぞ、乗り込めー。仕事終わりのビーバーがダッシュで駆け込む。こらガキ、今は大人が使う時間なの、子供は昼間使いなさい。うちのレイムさんは子供に厳しい。ビーバー増えてホームレスが発生してたので、前回開放できなかったバラック大をアンローク。一見16ビーバーの大容量。遠心分離機の稼働により怪我ビーバーの増加が懸念される。今のうちから医療ベッドを増設しとこう。この町はボット禁止、かなりの数の怪我ビーバーが出るかもしれんな。生成物用にタンクを建設。これも歯車不足で完成には時間かかりそう。さあ爆薬を手に入れた。トンネルを掘ってワルシオの完全対策工事をするぞー。トンネルを開放するための科学ポイントが足りません。糸かなし。怒りの発明かマシマシだー。科学の発展は一日にならず。いのー、ちのみずー。13日とやや長くなった干ばつを楽勝でクリア。だが開発は娯楽強化と爆薬生産開始だけの少ない成果だった。やば、食料がピンチだ。不人気で倉庫いっぱいだったコールラビもベリーももうなくなりそうだ。食品工場を建設するぞ。未加工のトウモロコシは保管済み。これを加工してレーションにするのだ。動力の確保も考えたら、なんか複雑な形になってもうた。そしてこのタイミングで今シーズン初のワルシオ警告発令。ついに来たか。でも今はワルシオよりも食料難がまずい。レーション用に大きな倉庫をアンロック。ワルシオ前なのに食料枯渇。ワルシオが来るぞー。ワルシオが来るぞー。期間は7日か、超短いな。そしてワルシオが来ても清水弁が自動で閉まるだけで、ここ見た目変化なし。なかなか来なかったのに動画映えしない悲しいワルシオだった。遠くの水源から流れる汚水も、清水弁のおかげで自動でいい感じにシャットアウト。薄い汚水がちょろっと混じったぞ。汚染度の設定を少し厳しくしときましょ。町の近くの水源はこんな感じになりそうろー。清水弁が閉まったことで汚水が詰まって止まってるぜ。中の水圧がすごいことになってそう。だな。爆薬を手に入れたことだし財宝の採掘を始めるぞ。お宝ゲットだぜ。お宝の眠る聖地を問答無用で100%する荒くれビーバー。歴史的価値など知ったことか、すべてを撤去しお宝を掘り当てるぞー。食品工場完成、急いで生産せよ。上でお亡くなりのビーバーこそいないがかなりギリッギリだぜ。よし科学ポイントが溜まった。トンネルを開放してワルシオの抜本的解決をするぞ。しかしレイムさん間違えて隣のトリプルダイナマイトを開放。ああ、これはうっかり、改めてトンネル開放だー。科学ポイントが足りません。なんてこった。安定のやらかし。トンネル掘れないんじゃ近場の水源の工事ができない。仕方ないお宝発掘に注力しましょ。使う宝も水源っぽいし、今掘り当てたらワルシオの汚水が吹き出すんじゃね？これは採掘時に注意しないとダメそうだ。お宝発掘には危険が伴うもの。とりあえず採掘場所に火鉢の建設予定だけ出してマーキング。お宝採掘計画を考えるぞ。あいよ。そんなわけでお宝発掘計画、お宝の位置がこちら。でワルシオの影響で今は汚水が詰まってる状況なので、これを上に流せるようにする必要あり。清水は下に流してちょっとした池に溜めるつもり。清水弁を設置して分水する必要があるが、水路とかも作らんとダメそうな地形だ。お宝発掘計画完成、発掘を始めるぞー。ダイナマイトで水路を作って汚水を流すぞ。お宝は我らのもう目の前だ。食料問題は食品工場稼働でなんとかなりそうだけど、若干危ないので農場を増築。ビーバーの数が101、そりゃ食料も不足するぜ。増えたビーバーは建設作業員になってもらいましょ。爆薬設置したりの発掘作業も手伝ってもらおうぜ。やったー、お宝をよこせー。今シーズン初の葉っぱ。この調子で発掘作業を続けるぞ。お、ここいっぱい多く生えてるぞ。根こそぎ奪い取れー。すべてを奪い取るビーバー、丸太一本残さねえぜ。お宝分水システムを完成させろー。伝説のお宝は水と汚水の表裏一体の危険をはらむ。夜中にこっそり運搬員も追加。夜中にやるなよミニキーだろ。さあ1000円。絶対反省してないやつ。お宝制御システム、完成だー。いざお宝の元へ。お宝はここだ、はっぱー。さて一体どうなるかな。
うわー。なんだこれは、お宝が封印していた邪神でも目覚めさせてしまったか？詰まって水圧が高くなってた汚水が一気に吹き出しただけだ。勢いが強くて溢れちゃってるけど今更どうにもならないよ。見守ることしかできぬ。しばらく待ったら落ち着いた。最初の勢いこそ強かったが大丈夫だったな。設計ミスったかと焦ったけど水源1個だしこれで十分だったね。まあ綺麗な池にするつもりが汚水の池ができちまったけどな。危ないから当分ここは立ち入り禁止。だな。流量が増えて溢れてないかチェック中。合流させた元々あった汚水の源の方は影響なさそう。お前ら、暇そうやないやこれマルタの保管場所が空いてないだけだろ。なんと。そんなわけで資材置き場を、建てまし。微妙に不便な位置。余裕できたら効率よく再開発したいね倉庫に入りきらない分は使っちまおうの精神で、上の管路を繋ぐことにしました。少し移動が楽になるかな？やっべ貯水はあるけどタンクの水がなくなりそう。一気にビーバー増えてポンプの組み上げ速度が追いつかなくなったか。いいのー。いやワルシ終わっても中に汚水詰まってるから、手動じゃないと出てこないっていうか分かってんだろ。それでは汚水オープン。うわ、分かっちゃいたけどこれ大丈夫か？思ったよりも量が多い。こりゃ大丈夫ないかも。大変だ、みんな逃げろー。森番のビーバー、そこは汚染されるから退避を。もう無理だ、避難が間に合わん。汚水を溜めるわけにはいかない、水門全開。緊急開門。汚水が来るぞ、逆流防止の水門も開門だー。マングローブに汚水が、枯れちまうぞ。川の水で希釈されるはず、なんとか耐えてくれー。通過川の中にはビーバー入るけど大丈夫か？この状況でビーバーが通らない設定は難しい。なんとか病気にならず耐えてくれー。こりゃ汚水が川の水で薄まってることを願うばかりだ。結果1匹体調不良になりました。幸いにも除染ポットはすぐ作れるから、発病前に完成させてここで療養させよう。では発見したお宝水源が無事自動で切り替わったのを確認したところで今回はここまで。これがビーバーたちのワンピース。こらこら。最初の悪しをなんとか乗り切ってよかったねと思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。嬉しいです。川が汚水まみれになってるがちゃんと復興できるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。